日本はあなたたちが飽きるまで消費するようなトレンドではございません。最近 SNS でよく見かける言葉があります。Japan is underhated。つまり日本は過大評価されている、もっと嫌われるべきだっていう意味です。で、大体ぶつかり男だったり、痴漢だったり、盗撮だったり、日本人の外国人に対する差別的な見方とか、そういう動画のコメント欄についてるんだけど、こういう問題について一番知ってるのは、この上なく私たち日本人だと思います。なんだけど、ただあまりにも好き放題に外国人から言われてるので、さすがに日本人としてたまんねえなと思って、ということで今日はちょっと物申したいと思います。コロナ以降、日本を訪れる外国人観光客が一気に増えました。日本旅行の動画がソーシャルメディアに SNS に上がって、もともと日本に行ってみたくてもコロナのせいで行けなかった人たちもいるし、それまで日本にあんまり興味なかったけど、やっぱり動画を見て日本に行ってみたいかもっていう人が増えました。さらに円安の影響もあって、いろんな国から日本を訪れやすいっていう状況が続いてます。今では観光客だけではなくて、実際に日本に住み渡って働く人とか、日本に長期的に住む外国人も増えました。だから結果、日本は今まで以上にホットなデスティネーションですね。ホットな場所として注目されるようになりました。皆さんも見てわかると思うんですけど、ソーシャルメディアを開けば、いつも日本は素晴らしい、日本ほど完璧な国はない、日本は他の国とは比べるものにならない、日本 changed my life みたいな感じに言ってる人が多いと思います。いや、コンビニに入って Wow, this is amazing。 トイレを見て Wow, this is so advanced。 すげえって言って、で、電車が時間通りに来て Oh, wow, it's amazing ってなって抹茶を飲んでThis is the best thing ever って感動してますね。もちろんね、日本人としてそうやって日本のものを感動してくれるのは嬉しいんですけど、ただ一度こうやって必要以上に持ち上げられたものって、今度はどうにかして引きずり落とそうとする動きがありますよね。これってしょうもない人間の性質なんでしょうかね。日本でもよくありますよね。新しく出てきたイケメン、めちゃくちゃ可愛いタレントさんとかを、最初はみんなでもチヤホヤして、も何しても OK、 可愛い、天才、最高みたいに言って特別扱いしてあげたらあげたで、今度は人気が出過ぎたりしたり、ちょっとでも欠点が見えたりするというか、欠点を探すんでしょうかね。そしたら今度はみんなでバーって一斉に叩いて干そうとする。こういうのありますよね。今日本もそれと同じような扱いを受けてると思います。外国人から。ちょっと前まで、わお、日本は最高、日本完璧、日本イエーイって言ってたのに、今度は、今はどうにかして日本の悪いところを探して、これが日本の現実だぜ、ふふ、どやとかして、日本をみんな美化しすぎって言ってみたり、実はこんな最低な国なんだぜっていう風に、そんな感じで言ってる外国人が目立ちます。で、私ここで日本人としてバシッと言わせてもらいたいんですけど、日本人誰も最初から日本のことをそんな風に売ってないです。日本人誰も日本は完璧な国ですよ、地上の楽園ですよ、何の問題もない素敵な国ですよなんて誰も言ってません。多分、いや本当に日本の悪いとこを一番知ってるのは日本人、私たち日本人だと思うのね。痴漢、盗撮、性差別、外国人に対する偏見差別、息苦しい社会、too much work, too much 労働。日本人自身がこういう問題一番分かってますよね。日本人として日本のこともちろんみんな大好きだと思うの。最高の場所だと思うのね。だけどそういう問題も分かってるでしょ、日本人は。で、それなのに、外国人が勝手に日本を理想化して、美化して、勝手に日本は完璧な国ですよってイメージを作って、宣伝してたんでしょ。で、それを見て、こういう何も悪いところがない、こういう完璧なとこなんだっていうイメージを持って、ちょっとでもそのイメージと違うところが見えてきたら、日本って良くない？日本にも悪い人いるの？日本にも犯罪あるの？差別あるの？騙された？それなら私が日本の本当の姿を暴いてやるぜとか言われてもさ、知らんがな。ほんまに知らんがな。思いません？それはさ、あなたたち外国人が勝手に作った理想の日本の幻想でしょ。こっちは一言も最初から完璧だなんて言ってませんよ。外国人がね、日本っていう国を、私たちの国、日本っていう国をトレンディーな場所みたいに持ち上げて、TikTok では言ってました。アミューズメントパークみたいに仕上がるって、外国人、日本のことを。本当その通りだと思うね。抹茶をちょっと飲んだだけでもう日本のこと全て分かったように2みたいに語り始めるでしょ。日本のこと知らないのに日本最高って言い始めるでしょ。
でさ、今度はその別の人たちが、いや、日本って実は最低な国なんだよ、私もっと知ってるよ、みたいな感じで言い始めるでしょ。だから本当に上げる側も下げる側もどっちもどっちで、本当に極端。で、もちろん両方とも日本のことについてコンテンツ上げたらバズるし、さらに極端な描写をすればするほどもっと注目、もっと伸びますよね。私たちの国、日本のことをこういうトレンド、流行りのものみたいな感じに自分たちのいいようにしか見てない、こういう外国人にはっきり言いたい。日本はね、外国人がワーワー言って上げたり下げたりするためのね、そういう対象じゃねえ。最近ね、TikTok でこういう動画あったの。みんなが日本のものだと言って大好きだって言ってる空手抹茶ラーメン餃子などは全てチャイニーズだって言ってたのね。コメント欄に言ってくれてありがとうとか、もっとみんなこのことを知るべき、この事実を知るべきとか、みんな日本のことは好きなのに中国は嫌われてて不公平とかいうコメントがいっぱいあって、いやまずさ、日本がさ、歴史的に中国からいろんな文化とか技術とか学んでさ、取り入れてきたってことはさ、日本人みんな知ってるじゃん。日本人誰もそれ隠してないじゃん。てかさ、普通に漢字見りゃわかるじゃん。めっちゃチャイニーズキャラクターじゃん。小学校でさ、なんか歴史の授業でさ、一番になんか遣隋使とか遣唐使とか習わん小学校で習うわ、こんな基本的なこと。で、それなのにさ、一部の本当に無知な外国人たちが別のグループの無知な外国人たちに向かって、実はね、日本のものは全てチャイナから来たんだよ、ふふんとか言われてもさ、なんかはでさ、なんかそれを知らなかった無知な人たちもさ、日本のものって日本のものじゃなかったの、日本発祥じゃなかったのみたいなこと言ってさ、Oh my god チャイナじゃんみたいなこと言われてもさ、なんかもう何言ってんのって感じじゃん、ガチでもちろん日本人としてその漢字だったり、そのなんか食べ物だったりいろいろね、中国から伝わったって知ってるけど、そもそもさ、ある文化が他の国から伝わったからといって、その後に生まれたもの、発展していったものの価値がなくなるっていうわけじゃないじゃん。文化ってそもそも一つの場所からいろんなところに渡ってって、いろんな形に変わってく、その現地の人たちが時間をかけて自分たちのものにしていくって、それで生まれたのが文化でしょ。だから中国から伝わったものが日本で長い時間をかけて日本独自の形に変えてったっていうことですよね。それが文化でしょそうというか、起源が別の国にあるから価値がないっていうふうに言いたいなら、世界中の文化のほとんどが価値失います。食べ物も言葉も宗教もファッション、音楽、全部いろんな場所から影響を受けて、その地で発展してって今があるわけじゃないですか。どの文化も。で、それなのになぜか日本の文化だけを叩こうとしてるのね、みんな。日本の文化だけは、いやチャイナから来たからじゃあみんな騙されるなよ、目を覚ませよみたいなこと言われてて、意味わかんないで、これがね、本当にその歴史的事実を知ってほしくてそういう風に言ってるのか、それとも日本の価値をどうしても下げたいのか、日本と中国をこう競争させて勝ち負けの話にしたいのか、本当に私に正直意味がわかりません。だからといってその中国とか中国人とか中国の文化を嫌っていいとかバカにしろとかそういうわけじゃないよ。全然違う。これはっきり言いたいんだけど、私はそのどこから来たからこの文化はこれより上だとか、何人だからこうだとか、そういう風に、そういう理由でそういうものとか人を嫌うことは絶対ありません。なんか例えばその人が性格がクソだったら嫌うけど、その人が何人だからって決めつけることは絶対にしません。日本人の中にも外国人に対して、特に中国人とか韓国人に対して差別的な見方をする人が多いっていうのは知ってます。で、それは私は日本人として間違ってると思います。それはやっちゃいけない。どの国行ってもそれはやっちゃいけない。で日本人だっていい人もいっぱいいれば、ゲスの極みみたいな変な人もいっぱいいるでしょ。だからどこ行ってもそれは同じです。話戻るんですけど、日本のイメージをどうしても下げたい人たちがよく言ってるのが、よく持ち出してくるのが、でもね、日本は昔韓国や中国にこんなひどいことをしたんだよっていう話です。で、これはもちろん歴史的事実で、その日本の歴史についてなかったことにしろとかそういうことではなく、日本がもちろん過去にやった過ちとかは日本人として学ぶべきだし、正当化はしてはいけないし、向き合って同じことを繰り返してはいけないと思います。でもじゃあちょっと待って、じゃあ日本のコンビニが最高とか日本の街が綺麗だとか京都がいいとか
言ってる投稿に突然でもね日本は戦争中に中国と韓国にこんなことをやったんだよふふんとか言われても何なの今その話してたはってなるじゃん。いや日本の歴史とかそういうことについて話したかったらちゃんと真剣にそれについて話せばいいけど、日本の今の文化今の人とか社会のいい部分をただ否定するためだけに過去の歴史を切り札みたいにえいって使うのは違うでしょ。歴史的にちょっとでも悪いことをした国はじゃあその国の文化を認めてもらう褒めてもらう資格がないんですか？その理屈で言ったらさ、無条件に褒められる国なんて一つもないですよね。ね、こういう人たちがやってることって本当に歴史を大切にして歴史について学びたいとか教えたいっていうんじゃなくって、日本を褒めてる人を見つけた瞬間にいやでも日本は韓国と中国にってそういう風に持ち出して日本への行為をただ打ち消したいだけに見えます。これ何？小学生のいじめかでこれはさ本当に歴史を学ぶ姿勢じゃなくって歴史を使って日本をぶん殴るそういうことですよね。普通に考えればわかるんですけど、日本は完璧で無罪な国または過去に悪いことをしたから最悪な国、その二択だけじゃないでしょだから関係ない話題までいやでも日本はこんなこと過去にしたんだよって持ち出してほら日本はこんなに最悪でしょとか言ってふふんって言われてもさ、日本は普通に反省すべき歴史があり改善すべき問題があると同時に評価することのできる素晴らしい文化などがいっぱいある。この2つは普通に両立できます。でも SNS 見てるとさ、本当に白か黒か善か悪か味方か敵か、その物事を両極端でしか見られない。その間にあるものを読み取る能力、皆さんどこへ行ってしまったのでしょうか？世の中のね物事はそんなに白黒ってね単純じゃないのよ。それが分かんない人があまりに多くて、私残念というか普通に心配です。そんな感じで日本は今その雑な二択に放り込まれてますね。本当に評価もう星5つかマイナス10しかないんですか？日本にだってもちろん差別も犯罪もありますし、変えなきゃいけないところがたくさんあります。それはあなたたちのお国と一緒です。だからといってじゃあ日本全体がクソ最悪という話ではありません。外国人が勝手に抹茶にハマってさ、コンビニに感動してさ、その後に日本の問題一つ発見したらはい日本キャンセル、日本終了みたいにされても困るんです。日本は良いところも悪いところもある普通の国です。勝手に理想郷にして勝手に幻滅して今度はなんか悪者みたいにするんだったら、最初からもう少し普通に見てもらってもいいですか？というかもうほっといていただけませんか？日本はあなたたちが飽きるまで消費するようなトレンドではございません